皆様おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2026年2月11日水曜日です。これは現地時間になります。今私はこちら見えるかなと思うんですが、ルクソールのホテルの前にいます。今日はこれから、オプショナルツアー、大自然を満喫するツアーに参加したいと思っています。朝の3時半集合ということなので、ほとんど寝ていない状態ですが、車の中で寝ることができると思いますので楽しみにしたいです。それでは行ってきます。はい、それでは改めましておはようございます。朝はもう本当に早い時間帯からですね、日帰りで行くグランドサークルツアー、グランドキャニオンと、アンテロープキャニオン、そしてホースシューベントと、主にこの3カ所行くグランドサークルツアーにですね、ご参加いただきましてどうもありがとうございます。今日のこのツアーの前半の部分を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。なぜ前半の部分だけかというとですね、今日は一日で非常に長い、距離と時間を走らないといけないんですけれども、移動のこの時間だけでも13時間ぐらい、ツアーの全体の時間がだいたい17時間ぐらいになると思いますね。で、走る距離が1150キロって、もうとんでもない距離を1日で走るんですけど、例えば東京にいらっしゃれば、東京から九州の佐賀県ぐらいまで行くとそれぐらいの距離なんですね。で、こういった商業者がですね、1日で1人で走っている時間が10時間までと法律で決まっておりますので、そういった法律上問題がないように前半と後半で分かれて担当を変えさせていただくことになるんですね。ということで、ここからグランドキャニオン出て、アンテロープキャニオンのある定時という街があるんですけど、そこまでの前半の部分を、だいたい昼の1時ぐらいまで担当させていただきます。通常これぐらいのボリュームがありますと、1泊2日で行くともう少し余裕を持っていくことができるんですけども、ただ、こういったツアーで一番お金がかかってしまうのが人件費を抜かしますと、ホテルの宿泊費がかなり高くついてしまうんですね。ですから、その宿泊をなしにして通常は2日かかってしまうようなところを無理やり1日にギュッと詰め込んでしまった弾丸ツアーになります。じゃあこれから、ずっとバイクを切らしていただいて、ぜひゆっくりと、休んでいただいてですね、今日一日の非常にこの体力のいる長丁場のツアーに備えて、体力を温存しておいていただきたいと思いますね。最初の休憩場所、セリグマンに到着しました。こちらはルート66と呼ばれていて、イリノイ州シカゴとカリフォルニア州サンタモニカを結ぶ全長約3940キロの幹線道路になります。アメリカのメインストリート、マザーロードなどとも呼ばれている場所です。映画カーズの舞台でもとても有名な場所なので、ご存知の方も多いと思います。これから向かうグランドキャニオンは長さ446キロ、最大幅29キロの巨大な地表の割れ目になります。およそ300から600万年の時をかけて形成されたと言われていますが、未だに浸食によって形が変化し続けている場所です。1919年にアメリカ初の国立公園として指定され、1979年には世界遺産にも登録されている場所です。今回私たちが訪れる場所は年間を通して開園していて、
初心者にも大人気のサウスリムのマーサーポイントとデザートビューポイントです。今グランドキャニオンにやってきます。マーサーポイントは深い渓谷が最も広角に見渡せるポイントになります。いかがですか？これから向かうデザートビューポイントは東の端に位置していて、広大なパノラマを一望できる絶景のスポットです。先ほどとはまた別の角度から、グランドキャニオンを見ています。でここからだとコロラド川がしっかりと見えます。こちらの塔はネイティブアメリカンの文化を取り入れたデザインの展望塔になります。こちらの場所でガイドさんの交代が行われます。これから訪れる場所はアリゾナ州の人気絶景スポット、ホースシューベンドです。砂地が広がる道を約15分ほど歩いた先にある崖を見下ろすと、コロラド川の浸食によって形成された絶景が現れます。高さ300メートルを超える崖には柵もロープもない場所もあって、なんともスリル満点のスポットであります。いかがですか？
次に訪れるのは、私がこのオプショナルツアーで一番見たかった場所、アンテロープキャニオンの観光です。先住民のナホバ族による管理がされていて、動画撮影は禁止、バッグなどの持ち込みも禁止で、写真撮影のみ許可されている場所です。腰痛を発症した夫はツアーを断念して、車でお留守番、私一人で参加しました。入り口は狭くて急な階段を下へ下へと降りていき、狭い岩の隙間を突き進んでいくので、未知の世界へ入っていく感じが冒険心をくすぐります。ご覧いただいてわかるように、奇妙な形をした砂岩に囲まれた渓谷です。パソコンの壁紙などにも使われているので、見たことあるなと思う方がいるかもしれません。上流に降る雨がもたらす鉄砲水と風が、砂丘が固まってできた砂岩を長い年月をかけて狭く深く削り出すことによって作られた場所になります。浸食された滑らかな地層がいくつもの渦を巻いたような模様を描く岩壁、その隙間から差し込む太陽光線の美しさはここでしか味わえない絶景です。いかがですか？次に訪れるのはレイクパウエルです。グランドキャニオンの上流に位置していて、コロラド川をせき止めて作られた人造湖になります。全米で2番目に大きいという人造湖らしいのですが、水量が少なくて湖というより川のように見えてしまいます。今回のこのグランドサークル日帰りツアーの最後は、ラスベガスの夜景が綺麗に見えるスポットにこれから向かいます。
幕を抜けたら光のオアシス胸が高鳴るよ眠らない街空より広い未明夜を染めて始まるストーリー止まらないこと目指したのはグランドキャニオン果てない大地に叫んだ未来壁がさらった不安も全部ここで笑い覚ませばいいネオンの海を泳いで今ホテルに戻ってきたところです。今日は一日疲れたよね。17時間17時間ツアー時間だけで17時間走で、行距離が、全行程1200キロぐらいそうだから東京から熊本ぐらいだって言われたな。その方九州の方まで行けるぐらいって言われて、まあその間2人体制で移動していただいて、ドライバーの人がねそうそうで、まあ、私たちは移動距離がすごく長かったので、まあ、見ている間もそうだけど車の中はねご飯を食べたり用意されたねお弁当を食べたりあとは、まあ、寝たり、最初のグランドキャニオンまでがだいたい5時間ぐらいかかかったね。でその間、まあ、ちょっと説明だけがあってガイドの人がゆっくり休んでくださいって言ってくれたんで、でも真っ暗だしもう眠くなっちゃうだけなのでもうね、まあ、寝かせてもらってそうそうそうそれでねグランドキャニオンに行って、まあ、本当に大自然を満喫してきました。まあ、今回もグランドキャニオンだけじゃなくてアンテローブも行ったりとかホースシューベントホースシューベントも行ったりとかあとまあ湖をね見たりとかあと最後のラスベガス一帯の夜景もとても綺麗で癒されて帰ってきましたがもうとにかく疲れました。もう昨日も夜中にね到着して、ホテルねチェックインしてそれでそこから荷物をバタバタし届いててそうシャワー浴びたらもう寝る時間がなくてそのまま慌てていくすぐ出感じだったの。てったわな部屋を。もう今日はもう車の中でまあ寝はしましたけどベッドで寝てないのでもう体は疲れ切っています。明日明後日とラスベガスのね今度次の工程を楽しみたいと思っています。次は、まあ、以前行った場所に行ってみたり新しいエンターテインメントを見てみたりということで2日間ね楽しみたいと思っていますのでまたそれは次の動画にしたいと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。